は SC の72分の1スケール F104G スターファイターの仮組みを行います。 SC、かつてあったイタリアの模型メーカーね。90年代前半となりますが、投稿者の地元模型店でも置いてありました。当時は軍勢産業が代理店だったのかな。同社のミニ AFV を買って微体の組み立てに四苦八苦してましたね。航空機も赤い箱で見かけたかな。ユーロファイターやオスプレイを出していたような。いつ頃に出てきたメーカーなの？もともとはデカールメーカーだったみたいね。1970年前半にミニ AFV をシリーズ展開した。このシリーズは長谷川からも出てました。そうそう、当時展開していたミニボックスシリーズとは別にミニボックス E シリーズとして出ていた。ミニボックスシリーズは長谷川オリジナル、 E シリーズは SC からの OEM ね。金型製作に関しては日本や韓国メーカーに発注していたみたい。実は日本製の金型だったわけね。72分の1スケールの AFV シリーズはいろいろあったため、金型がイタレリに渡った後でも一部のキットは日本に入ってこなくなったとか。とある日本大手メーカーの製品を縮小オマージュしていた疑惑があったわけね。1980年代に入ると72分の1スケールの航空機シリーズを展開する。なるほど。航空機は美しいオーモールドを採用したキットが多く、いくつか決定版と言われた製品もあった。なんでしょう？ F16 などは同時期の長谷川と比べても同等以上、凸モールドながら F5 なども評価が高い。なるほど。ただ不遇な部分となんだこれという製品もあるみたいです。不遇？今回の F104G もそうなんですが、決定版と言われた後に長谷川から同等以上のものが出てきたり。長谷川の方が国内流通が強いですからね。 F14 や F4 などは直後に発売された長谷川審判や富士見版の影響から日本国内での流通は少なかった。それでなんだこりゃって部分は？フォーカムなどの情報不足なフライングキットやミラージュ F1 のような待望のオーモールドながら明らかな外形ミスがあるなどかな。イタレリでも先行車利益を得るためにフライングはよくありましたね。イタレリのハボックもひどかったけどね。というわけで出来の良いキットもあるけども不遇だったりやらかしのあるメーカーだったわけですが、ふむふむ。その後1987年にアメリカのアーテルに買収されてブランドは継続していたようです。あらら。さらに1999年にはブランドが消失してしまい、金型はイタレリに売却されたようですね。いくつかのキットはイタレリブランドで再販されているわけね。面白いキットとして12分の1スケールの操縦席もあります。 F16 と F104 が出ているのね。このキットもイタレリに移管されてるみたいですね。それで今回は F104G ですね。そうそう、ご覧の通り派手な塗装です。虎ですか？ NATO の非公式組織タイガーアソシエーションメンバーによる共同演習タイガーミートのマーキングかな。ベルギー空軍とカナダ空軍ですね。今回は成型色が黄色なので応戦に墨を流したいと思います。色のせいで分かりにくいですからね。今回このキットをチョイスした理由は、センチュリーシリーズと言われる戦闘機の中では航空自衛隊で採用されていたのもあって知っている機体。スーパー大戦略でも登場しましたしね。そうなんですが、すでに退役が始まっていたのもありプラモデルでは作ったことはなかった。あらま。センチュリーシリーズも取り上げたこともなかったのと SC も初めて取り上げることもあり、このキットを取り上げてみました。一石二鳥というわけね。それで F104 ということで近くの展示機を見に行きました。投稿者の住む関東でも屋外展示された機体がありますね。百里、イルマ、府中、木更津などですね。ストリートビューでも確認できますね。それでどこに行ったの？市川の遊園地大敬園です。遊園地と歌ってますが大型ゲームセンターですね。こちらは自衛隊機のスクラップが屋外展示されていることで有名。展示というか放置ですね。機種部分、エンジン、操縦席、水平尾翼、装装などが見えます。こちらは F104 ではないですね。F15J とのことです。とある事故で撃墜された自衛隊機がなぜかここにあります。唯一撃墜された F15 と言われてましたね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストは編隊飛行中の F104G なのだ。手前がベルギー空軍機で奥はカナダ空軍機ね。では中身を開けていくのだ。黄色のランナーが3枚、透明パーツが1枚、デカール、組み立て説明書なのだ。塗装図、
マーキングは2種類。カナダ空軍439戦闘支援飛行隊所属機、ベルギー空軍第31飛行隊所属機となる。なるほど。部品点数は60点。ジェット機の飛行機プラモデルとしては部品点数も少なめですぐに形になりそうね。ではエッシーの72分の1スケール F104G タイガーミートの仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。操縦席は全部で3パーツ。操縦席床に座席と操縦桿なのだ。その他にケーキパネルがあるのね。ケーキパネルはデカール表現となる。パイロットはついていませんね。操縦席も少し寂しい感じですが、この頃のジェット戦闘機キットでは標準構成かな。なるほど。次はエンジンですね。エンジンといってもノズルのみ2パーツ構成となります。ノズルとエンジン内部というわけね。次はエアインテーク部分、左右それぞれで2パーツずつとなる。後ほど胴体に取り付けるわけね。次は主翼と胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右および前後分割で4パーツ構成。まずは胴体全部の組み立てとなり、操縦席とケーキパネル、前脚庫を挟み込んで接着する。次は胴体後部ね。胴体後部も左右分割となり、エンジンノズルを挟んで接着する。エンジンノズルは後からで差し込んでも大丈夫そうね。ここまでできたならば胴体全部をつなぐ。操縦席の照準器周り、エアインテークも取り付けね。そうなのだ。胴体のモールドはどうでしょうか。オーモールドになります。やや彫りが薄い感じですね。主翼はどうでしょうか。主翼は左右それぞれ1パーツ構成。切り出したら胴体に差し込む。主翼のモールドはどうでしょうか。こちらもオーモールドとなる。やはり薄めに入っています。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は1パーツ構成。垂直尾翼後方からスライドして差し込む。大敬遠で見た実機パーツと同じですね。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーはワンピースとなるので操縦席の開閉選択ができない。透明度は問題なさそうね。問題なしです。次は足回りですね。まずはカバーの分割加工から。分割するカバーは支脚と前脚庫の2種類です。デザインナイフで分割するのね。続いて左右支脚。支脚は左右一体となり5パーツ構成。タイヤと支脚、カバーの構成ね。その他にも胴体に接着するカバーもあるのだ。次は前脚ね。前脚は2パーツ構成となる。前脚とタイヤの構成ね。前脚も胴体に接着するカバーもあるのだ。細かい部分の取り付けもあるわね。まずはエアブレーキを左右胴体に取り付ける。エアブレーキは開閉選択できるわけね。機種先端に気筒管の取り付けとエンジン付近に着陸フックも忘れずになのだ。最後はアクセサリーね。主翼翼端に増装を1つずつ、左右主翼下にパイロンを1つずつ取り付けられる。なるほどね。最後に総評なのだ。今回はエッシーの72分の1スケール F104G タイガーミートの仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか。長谷川が出すまでは決定版と言われたキット。組み立てしやすく簡単に形となったので納得なのだ。モールドはオーモールドでしたね。少し薄めながらオーモールドでした。お好みで彫り直しても良いかもね。吊るし物が寂しい感じですね。今回のキットにはサイドワインダーがついていました。バリエーション展開されている。他の F104 では吊るし物も豊富なわけね。そうなのだ。F104GS と F104C の他に N104RB と QF104 が発売されていた。今だとイタレリから発売されているわけね。興味がある人はイタレリ版を探してみるのも良いかもなのだ。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。